にちは、まずくです。島のほとんどが完成したということで、今回は余ったスペースや砂浜を埋めていきます。で、島のテーマが魔法使いが住む島なので、余ったスペースや砂浜もテーマに合わせて作っていくんですけど、少しアレンジを加えれば、他のテーマでも使えるものも作っているので、よければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まず最初は始まりの谷の横にあるこのなんとも中途半端なスペースから作っていきます。正直木で埋めるだけとかも考えたんですけど、それにしては広すぎるので、この場所は案内所から土管でワープしてこれる場所にしようと思います。で、この場所は始まりの谷からぐるーっと回ってこれる場所になっているので、地面は同じタイルを使って統一感を持たせます。タイルの周りは木や低木を植えるので、その分開けておきます。で、土管はタイルの真ん中に配置するんですけど、そのままの状態だと浮くので、土管の周りは遺跡のアーチで囲います。全体はこんな感じです。なんとなくマリオ感がなくなってスリーピートの世界観に合ってきたかなと思います。ではここからさらになじませていきます。まず隠しすぎない程度に周りに植物を植えて、手前の空間は土管までの自然な道を作ります。どうでしょうか。ちらっと映る土管と周りに木や雑草、草の道を敷いたことで自然に馴染んだかなと思います。では次は横にある岩場を作っていきます。今までは岩場も砂浜もなんですけど、リアルさを追求するために何も置かないくらいのシンプルさが好みだったんですけど、魔法使い RPG がテーマなので岩場も作っていきます。じゃあこの狭いスペースに何を作るかなんですけど、始まりの谷にまだセーブポイントを作っていなかったので、この岩場に作ります。で、あとは長らく放置されている感を出したいので、始まりの谷にも使った草の舞デザインを敷いて、端っこに庭石を置いて舞デザインをなじませておきます。これで岩場は完成です。冒険が始まるエリアなので、やりすぎない程度で作ってみました。次は岩場の手前、飛行場横でもある広めの砂浜を作っていきます。実はまだ動物のお家が2軒残っているので、キャビアちゃんのお家を使って冒険の案内所を作っていきます。で、海沿いにあるということで、外観は寂れた感じにしておきました。で、さっきも言った通り、冒険の案内所でもあるんですけど、夢見で来てくれた方用に島で使えるグッズも置けるところにしたいので、お家の周りにウッドデッキを敷いておきます。全体はこんな感じです。で、お家の敷地内はモンスターに襲われない安全区域感を出しておきたいので、家具で囲っていきます。まずお家の横は新たに建物を設置して、階段ダンスがつながっているように見せます。で、手前は建物と同じ色味のウッドパーテーションで囲っておきます。全体はこんな感じです。次はちょっとした装飾と夢見用グッズを置く場所を作っていきます。砂浜には始まりの谷と統一感を持たせるための遺跡の腰掛けをところどころに置いて、めちゃくちゃ弱そうなモンスターも離しておきます。全体はこんな感じです。雑草は成長させる予定で植えておきました。次は後ろ側を作っていきます。建物から少し見える位置にヤシの木を植えて、空いているところは建物の手前と同じように装飾していきます。これでキャビアちゃんのお家を使った冒険の案内所は完成しました。では次はさらに後ろ側の縦長の砂浜を作っていきます。
一応誘惑のモグの横にはなるんですけど、さっき作った砂浜とつながっているので、同じような感じでヤシの木や遺跡の腰掛け、モンスターを置いておきます。全体はこんな感じです。冒険が始まるエリアなので、岩場と同じくやりすぎない程度にしておきました。次は不思議な村を抜けた先にある横長の砂浜です。この砂浜はかなり広めなので、左右で半分に分けて、左はキャンプサイトを使ったエリア、右は小さな港町を作ります。先に桟橋のある右側に小さな港町を作るんですけど、砂浜っぽく見えないように作りたいので、タイルを敷いて隠していきます。タイルは2種類使ってのっぺりしないようにしておきました。全体はこんな感じです。次は東側の砂浜につながる門と建物、西向きの門をお城シリーズを使って作っていきます。どうでしょうか。タイルを敷いて背の高い家具で背景を見えなくしたことで砂浜が街になったかなと思います。では次はただの町から港町にしていきます。まず港町といえば樽や木箱のイメージなのでたくさん置いていきます。で、港町なので船を使いたいところなんですけど、あまりにも現代的すぎたので船は海に浮かんでいることにして、船から運ばれてきた荷物を他のところへ運ぶための転ば車を置いておきます。で、さらに空いているところには無難な家具を置いて埋めておきます。全体はこんな感じです。船は置いていないんですけど、樽や木箱のおかげで港町っぽくなったかなと思います。では次は音楽を流すためと磯臭さを足すために貝殻のスピーカーを海沿いに置いて桟橋も作っていきます。船に乗る受付っぽく西部の街並みで建物を作るんですけど、海辺になるとカッペイはいなくなるのでお構いなしにカッペイは隠しておきます。で、さらに港町っぽくところどころに鳥を置いて、これで港町は完成です。次は左側にキャンプサイトを使った誰でも使える冒険の拠点を作ります。まず後ろ側に建物を作って、その前にキャンプサイトを設置します。で、この場所はすぐ近くに不思議な村があるので、なんとなく似た雰囲気にするためにヤシの木を植えて草の道を敷きます。で、さらにヤシの木の周りには不思議なお花に見えるパンジーのつぼみを植えておきます。あとは港町と同じく貝殻のスピーカーと樽を置いて、これで拠点は完成です。では次は拠点から港町を抜けたところにあるめちゃくちゃ中途半端なスペースを埋めていきます。ここは狭すぎて特に凝ったことはできないので、すぐ手前の港町と同じような家具で埋めて完成です。次は縦長の東の砂浜を作っていきます。この砂浜をずーっとまっすぐに行くと城下町につながるんですけど、港町から城下町の間はモンスターが出る無法地帯っぽくしていこうかなと思います。まず左のエリアは岩山に囲まれた王国の入り口になるんですけど、そのエリアの地面は岩の地面にしているので、この砂浜も合わせて岩の前デザインを敷いていきます。全体はこんな感じです。
で、岩の地面の終わりは港町と同じく門を作りたいので、お城シリーズを使って作っていきます。手前の門と一緒に見るとこんな感じです。では次は無法地帯っぽくなるような家具を置いていくんですけど、岩の縁にたくさん置いていくので、久しぶりに早送りタイムスタート。はい、どうでしょうか。高いに弱いし、よくあるに弱いし、麦畑を使って無法地帯を表してみました。ちなみに歩くとこんな感じです。で、最初にも言った通り、モンスターが出るエリアなので、誘惑の模擬でも使った絵画画のスツールをリメイクを変えて使います。全体はこんな感じです。これで東の砂浜は完成です。次は城下町の隣にある砂浜と草地です。草地の方は絶妙な広さなんですけど、建物を建てるくらいの広さはあるので、仕立て屋さんを町の人たちが使う隠れ家的なお店として建てておきます。で、建物を建てると家具を置くようなスペースはほとんどないので、とりあえず獣道を敷いて、隠れ家っぽくなるよう木でちょっとだけ隠しておきます。あとは空いているところに樽を置けば、これで仕立て屋さんは完成です。次は城下町の東門あたりのスペースを埋めていきます。まず門の前には兵士さん、町に入ろうとしている馬車、木の間には井戸を置いておきます。次は砂浜を作っていくんですけど、ここも手前の無法地帯と同じく岩の地面を敷いておきます。全体はこんな感じです。で、この上に何を置くかというと、ルナちゃんのポーション屋さんで使う赤い光ゴケを庭石も置きながら生やしておきます。全体はこんな感じです。これで城下町の東門は完成です。最後は城下町の後ろ崖裏のスペースです。常吉のビーチと東の砂浜もセットで作ります。この場所は横に広いんですけど、手前に2段の崖と後ろの壁があるので、カメラを開いた時に崖が映らないところをメインに作っていきます。ちなみにこの場所はたぬき商店とサブ住民のお家を使って町外れの村を作っていきます。まずは背景にお城の門を使った塀を作ります。で、さらにあらかじめ印をつけたところに3軒のお家とたぬき商店を移設します。お家の外観はたぬき商店が馴染むように合わせてみました。次は村の入り口からビーチまでぐねぐねの獣道を敷いていきます。全体はこんな感じです。建物の配置、道が決まったので左側から作っていきます。まず左側は別のエリアの建物があるので、なるべく見えないように木で隠します。で、さらにビーチには行けなくてもいいので、お城シリーズとフェンスを使って閉じておきます。全体はこんな感じです。次は道沿いに低木を植えていきます。
で、村の入り口はシンプルにベンチと切り株を作っておきます。歩くとこんな感じです。次は右側の空いているスペースを埋めていきます。まずお城シリーズを使って建物を作ります。で、さらに建物の中に水場を作って、周りには生活している背景が見えるような家具を置いていきます。全体はこんな感じです。次はまだ空いているところがあるので、村っぽく畑を作っていきます。では次は野菜を植える前に春や柵などの家具を置いてバランスを見ていきます。全体はこんな感じです。では野菜以外の家具を置き終わったので野菜を植えます。どうでしょうか？村っぽくなってきたかなと思います。ちなみに水場の前も空いていたのでそこにも畑を作ってみました。では次はたぬき商店周りを作っていきます。村なので素朴な家具を上に置いていきます。ちなみに物干し竿はたくさん置くと生活している感がすごく出たので置いてみました。歩くとこんな感じです。では最後に岩場に石の山っぽく洞窟と風車を置いて、これで村は完成です。いかがでしたでしょうか？今回は余ったスペースと砂浜を作ってみました。ただ埋めるだけじゃなくて、ストーリー性が見える作り方ができたかなと思います。よければどのエリアがお好みだったかぜひコメント欄で教えてください。ちなみに次の動画はついにボスが住むエリアの島クリエイトです。ぜひ次回も見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃ。